厳しさっていうと何かこうすごく怒ったりとかね、口やかましくしたりとか、非常に激しい口調とか激しい叱咤をする、これが厳しさだと思う方があるかもしれませんけれども、私が言っている厳しさというのはそういうことじゃない。厳しさとは何か、それは一貫性です。ペンネームひなさん、女性の方からいただいたお悩みです。タイグさん、はじめまして。偶然 YouTube でタイグさんの動画を拝見し、心の支えとして毎日を送っています。この出会いに感謝しております。いつもありがとうございます。この度は悩みがありましてメールさせていただいています。私には3人の子供がおりました。ですが1人目は出産予定日前に死産、2人目は中学1年生の時交通事故に遭い、約半年間の闘病の末天国へと旅立ちました。現在は3人目の息子と夫と私の3人家族です。3人目の息子は現在中学3年生。もともと生まれた時から繊細で神経質な性格なんですが、中学生になってから荒れ始めました。気に入らないと壁に穴を開けたり物を壊したりが絶えません。野球部に所属していたのですが、全く打てなくなったことに自信をなくし、バッターボックスに立つと過呼吸になるとのことで、部活引退前にサボるようになってしまいました。受験を左右する大切な期末テストをボイコットしようとしたり、2学期に入ってからは自殺願望が強くなり、なんとかやめさせました。そんなことから現在は精神科にお世話になっています。息子は身長が162センチしかなく、主人も私も低身長なので、親の身勝手さでよくも産んでくれたな。子供を産んでも死なせて子供を不幸にするばかり。自分がこの家を終わらせる。結婚して子供を産んでも背が低い子供が生まれるからこんなに辛い目に遭わせたくない。と激しく罵倒します。人は身長じゃないよ。あなたは身長より勝る良いところがたくさんある。などと言っても、親を恨むの一点張りです。人生は辛いこともあれば嬉しいこともあるものですし、なんとか乗り越えて与えられた命を全うしてほしいのですが、メンタルが非常に弱く、何かあると死にたい、死んだ方がましと発言するので、毎日無事に学校から帰ってくるか心配で仕方ありません。主人は2人の子供を亡くしたこともあり、かなり息子には甘いです。私自身も息子とぶつかると、息子はすぐ物に当たりますし、余計に興奮するので、最近は冷静を心がけています。腫れ物に触るような接し方をしている私がいます。何をどうしたらよいのかわからなくなってしまい、身も心もボロボロです。ですが、思春期、兄との別離、受験と息子も相当辛いと思うのです。どうかアドバイスをよろしくお願いします。禅寺で修行をするときに、お坊さん修行僧たちにその怠け心とか、逆にこうおごりとか、それをね、言葉でなく体で気づかせていく、そのために使われる経策と呼ばれる棒があります。経策、よくこう座禅をしている時にお坊さんがね、こう棒を持っていて、それでこうカーツとか言いながらパシッて背中をこう叩いたりみたいなことの、風景とか何かそういう話とかを聞いたことがあったり見たことがあったりされるかもしれませんけれども、お坊さんが弟子たちにね打つために使われる棒、それが経策です。この経策は何のためにじゃあやるのかって言ったら、人を懲らしめたりするということではなくて、本人にね気づかせるために使われているものなんですね。恨みがあってとか、こいつを懲らしめてやろうとか、そういうことで打つというよりも、その人に言葉ではない体感ではっと気づいてもらう。私たちは何かを突然ねこうパーンと音がしたり、何かこう強烈な刺激がパッて入ったりするとハッとするって。夜寝てる時に
ものすごく大きな物音がしたりとか地震が起きたりしてハッと目が覚めてっていうように、その人の曇った心がハッとする、それを期待して使われるのが共作です。ひなさんの問題は何かというと、この今の3番目の息子さん、この息子さんに問題があると思ってらっしゃること、これが問題です。ひなさんの息子さんの問題は、実はこれは息子さんというよりもひなさんとご主人、お父さんお母さんのに問題があるんだろうと感じています。でこれはひなさんがもちろんね、子供3人生まれて2人亡くされてようやく残った子供で、この子を可愛がる、大事に思うというのは当然の話、不憫に思うというのも当然の話です。けれどもこれはね、彼の身長が低いということでもなく、上の2人のお子さんが亡くなったということでもなく、ましてやこの3番目の子が悪い子であるということでもない。ひなさんとひなさんのご主人が子育てに大事なこと、そして子育ての本質というものをどこかで見失ってしまっているところに、この問題の一つの原因があるのかなというふうにして感じています。子供を育てるということの親のね、最終的な目的は何かというと、子供の自立です。この一問一答で何度もお話をしている通り、自灯明を灯すっていうことですね。親の方が順当にいけば先に行きますから、死んでしまいますから、よっぽどのことがない限りですね、今回のように上2人の子供さんたちを先に亡くされているというひなさんからとったら、子供たちの方が先に行っちゃってるっていう部分はありますけど、でもおそらく3番目の息子さんからしてみたらね、このまま残っていった時に、自分たちがいずれいなくなった時に、この息子さんがちゃんと自分で自立していくということが一番の目的なわけです。さて、その時に子育てにとってね、何が一番今ひなさんとそれからご主人の間に欠けているのか、それは厳しさです。で、厳しさっていうと何かすごく怒ったりとかね、口やかましくしたりとか、非常に激しい口調とか激しい叱咤をする、これが厳しさだと思う方があるかもしれませんけれども、私が言っている厳しさというのはそういうことじゃない。厳しさとは何か、それは一貫性です。一貫性。子供にとって親の影響力っていうのはものすごい強いですね。だからこそ子供は親に反発もする。そして同時にでも親をどこかで頼っているわけです。親に依存する。人間の子供は他の動物の子供と違って非常に未熟な状態で生まれてきますよ。この私のいる副言寺にもヤギとかを飼ってるんですけど、びっくりしますね。もう赤ちゃん生まれて1時間ぐらいするともう自分の足で立って自分で母乳を探し飲み、2、3日するとものすごい身体能力でぴょんぴょん跳ね回ってます。もう1週間2週間もするともう全力ダッシュして親が追いつけないぐらいのスピードで走り回ってます。そして親が餌を運んでくることなく自分でおっぱいを離れて親の真似をして草を食べ始める。もうびっくりするぐらい成長が早いし自立してますね。今人間の赤ちゃんは非常に未熟な状態で生まれてくる。だからこそその生まれ落ちた環境がね、寒いところであれ暑いところであれ、いろんなところに適応していく。完成されてから出てくるとそれはなかなか適応できない。けどもちっちゃければちっちゃいほどその環境に適応していくことができる。だから非常に未熟な状態で生まれてくるわけです。そしてその子が育って一人前になるまでの間に、それは個体差はありますけれども20年かかる。こんなに長いことを子育てをしているという動物は他に、人間を置いて他にないぐらい長い期間子
子供を育てるということをするわけですね。これがどういうメリットをもたらすか。教育期間が長い、親の養育期間が長いからだからこそさまざまなことが親のそばにいて体験できる、経験できる。そしてまたその生まれ落ちた環境に適応できる。未熟に生まれて養育期間が長いからこそね、また子供を守りながらコミュニティで生活をすることができるわけです。他の動物たちは人間みたいに大家族でいるってことはあまりないです。でも人間は脆弱な生き物だからゆえ、家族を作り、仲間を作り、社会を作りして、やはりそうやって群れて生きてくるわけですよね。けれども今言ったこの未熟で生まれてある程度一人前になるまでの間に時間がかかるからこそ、そこにはですね、メリットと反してデメリットも出てくるんです。でこれが何かというと、極めて甘えた依存的な子供を育ててしまう可能性が同時に含まれるということなんです。そうですね、小さい時から泣けば食べ物を与えられる、泣けば自分が喜ぶものを与えられる、自分が世界の中心にいて何もしなくてもいろいろなものを運んでもらえる、やってもらえる、褒めてもらえる、抱っこしてあやしてもらえる、つまらなければそれをまた楽しくしてもらえる、寒ければ暖かくしてもらえる、暑ければ涼しくしてもらえる、ずっとやってもらいやってもらいやってもらい、自分は何もしなくてもいい。この期間が他の生物の中で最も長いのが人間なんです。中国に行くと一人っ子政策の影響で小皇帝と呼ばれる非常にわがままに育った子どもたちというのが今社会問題になっています。子どもが大きくなって就職する、その就職の面接試験に親がついてくる。そして面接官がいろいろな質問を子どもにするわけです。それをずっと隣で親が聞いている。それでしびれを切らした親が「この子にいくら払ってくれるんですか?」ってバーって逆に親が質問する、この会社で。子どもはそこでつまんなくなって、そしてなんと面接中にゲームを取り出してゲームをする。これから就職しようっていう子どもですよ。例えば中華系の飛行機に乗る子どもたちが飛行機の中でむっちゃくちゃやって、そして子どもたちが降りていった後見ると、もうお菓子からジュースから何から全部下にぐっちゃぐちゃにして、で子どもたちが騒いでいようが他の人に迷惑かけてようが親は何も言わない。みんながみんなそうじゃないです。でも中国の一人っ子政策が生んだ副作用の一つとして、この小皇帝の問題が挙げられる。中国という国は仏教、儒教、道教、そういった過去の歴史的天才たちが生み出してきたですね、非常に優れた人間についての教えというものを持っていながらにして、それを共産党の政策によってね、お寺を破壊し、そしてこの道徳というものを失ってしまった時代がある。今それを一生懸命取り戻そうとして大きなる反省をしているところだと思いますけれども、これが失われた時にどうなるか。非常に小さい時から塾に通わされて勉強はよくできるけれども、わがままで我慢することができず、そして精神的に脆弱な人間が育つんです。ですから中国のこの小皇帝たちは親から離れて自立して自分で働いて社会に還元していかなければいけないという時期になって、会社で何かちょっと気に食わないことがあればすぐ辞めてしまう、思うようにいかないことがあればすぐ辞めてしまう。それが社会問題になっている。誰が悪いんだ、何がいけなかったんだ。子供を甘やかしたことなんです。よく日本でもね、刑務所に入ったり少年刑務所に入ったり犯罪を犯してしまうっていう子どもたち、その子たちは家庭環境があまり良くなく貧しい家に育った、そういうことが言われますけど、実際は違います。いろいろな犯罪を犯したり、いろいろなことがもちろん貧しさもあったり、家庭内のトラブルがあったり、
恵まれた家庭でないという家で育ったという子たちの中にももちろんいろいろな問題を起こす子もいるけど、実はもっと非道な犯罪を犯したりする子っていうのは実はですね、経済的に恵まれなかったという家の子じゃなくて、むしろそれほど不自由なく育ってきた甘やかされた子の方がそのような重大な事件を起こしたりするということがあるということを専門家の先生はそこに警鐘を鳴らしたりされています。どうやら人間は良かれと思ってね、子供を守る、子供を大事にする、子供を褒める、子供を目の中に入れても痛くないように可愛がる、素晴らしいことだと思います。けれども同時にそういったね、何があっても受け止めていく、何があってもおおらかに見守ってあげるというようなお母さんのような思いと同時に、いろいろなことがあって、あなたがこういうことが好き、こういうことがありましょう。でもこれだけは絶対に許しません。そりゃそうだ、社会の中で生きてるんですから、自分が思ったことを思った通りに、思ったように、思ったタイミングで、思ったやり方でやって、それが人に迷惑をかけていって許されるはずがない。もしそれが人に迷惑をかけることであればそうでしょうけど、それを教える人がいない。要するにお父さんの厳しさを持った家庭が少なくなっている。そのことが最終的に子供の自立を阻み、そしてその子の人生を台無しにしてしまうということが、子供の幸せを一番願っている親によってなされてしまう、こんな皮肉な結果が現代の世の中にあるんです。さて、厳しさとは何か。殴ったり蹴ったりきつい言葉を投げかけたりということではありません。これは一貫性です。申し訳ないけどこれはダメですと、うちの家ではこれは許しません、そのような態度を持ってお父さんが小さく不正を発揮してこちょこちょ言う必要はないですよ。でもこれだけはっていうことは、どんな理由があっても子供に許しちゃいけない、そういったルール、信条というものが夫婦の中で、子育ての信条があって、これをちゃんとやってらっしゃる家というのは、それは人間ですから、いろんなことありますよ。中学生で身長を気にする、ね、身長が162センチしかないチビって言われていじめられもするのかもしれない。大きくて体格に恵まれた人っていうのは子供の頃はね、非常に憧れですよね。私も子供の頃、小学生の頃バスケット部だったんですよ。私の母親は身長が150センチありません。なのでとても小さい方です。で、私もバスケット部に入ったらこんな大きな子がいますよね。で、どんどんみんなが身長が大きくなる。強い学校の生徒さんたちはこんな180センチとかかっこよくて足長くてね、私バスケットやってたら身長の高さっていうのはすごくネックになるじゃないですか。シュートを打とうと思ってバーッと走っていってシュートを打とうと思ったら、背の高い先輩に後ろから、私の視界には何もないんですよ。でゴールに入ったと思ってシュートを打とうと思った瞬間に後ろからバコーンって叩き潰されるんですね。叩き落とされるんですよ、ボールを。試合でそういうの何度も経験しましたよ。ああ、私に身長がもっとあった。だから私は母親を責めました、ね、お母さんが小さいからだ。私もひなさんの息子さんのようなひどいことを親に言いました。お母さんが小さいから僕は小さいんだって。今私170センチ、自称172センチなんですけど、本当は169センチぐらいかな。170センチあるかないかぐらいです。よく一問一答のこれご覧になってる方でどっかで会ったりするとね、なんかビデオで見てたら、体育さんすごい大きな人のような、体格が良くて大きな人のように思ったんですけど、こんな小さかったんですねって言われることがあります。170センチって言うとそんなに大きい方じゃないけれども小さくもないですね。けれども私はバスケットをやってたので大きくなりたかった、ね、格闘技をやっていたので、空手をやっていたので、大人になってからでも試合に出る時には軽量級です。一番小さいで、ましてやそれが中学生の頃はやっぱり大きくなりたかったので母親を責めましたよ、ね、言いたいことを言ったりしました。
そしたら母親がなんか身長が伸びる方法みたいなものを本屋さんで買ってきてね、それはやっぱり自分でもそんなことを息子に言われたらショックだったんでしょうね。そして一生懸命身長伸びる方法みたいなのを買ってきたりして、食べ物を工夫したりして母がやってくれてたことを今思い出します。でもそういうひどいことを母親にね、お母さんが小さいからだから僕は伸びないんだっていうようなことを言ってた時期に、それを私の父親が聞いて、ほらもう大変な目に遭いました。もう首根っこをひっつかんで外へ放り出されて、ものすごい形相でね、二度と同じことをお母さんに言ってみろ、絶対に許さんって言われました。これはもう私の師匠は厳しい人でしたから、もうね、何が一番世の中で怖いって言ったら師匠でしたね。ですから二度と私は言えなかった、思っていても。さて、当然人間には個体差があります。いろいろな親があって、いろいろな子供があって、その子の生まれつきの性格もある。もちろんそうです。体の弱い子、精神の弱い子、厳しく人にすることが苦手な親、いろんな人がいますよ。だけどね、言っちゃいけないことは言っちゃいかん、やっちゃいけないことはやっちゃいかん、難しい話じゃないでしょ。それを小さなきっかけを見つけて子供に教えてってあげなきゃいけないわけです。そういうきっかけというのはこれまでも何回もあったはずなんです。決定的な言葉だけじゃなくね、何かこれはお前人として言っちゃいかんだろうと、いくら言いたくてもこれは言っちゃいかんだろう、やっちゃいかんだろうってことがあるわけです。でもそれをその時にね、真剣に反抗されが何されようがこれだけは絶対に許しませんって、厳しく言おうが優しく言おうがこれだけは絶対にあなたには言ってほしくない、やってほしくない、これを一貫して小さい時からやり続けるということが、親にとって避けては通れない子育てのとてもとても重要な役割の一つなんです。これを気分によって、誕生日だからとか、あなたも調子が悪いんでしょうとか関係ない。そうでしょ。その子がイライラしてるから、受験だから、お兄さんが亡くなっていろいろと兄との別離、兄との別離は弟は悲しいだけじゃないでしょう。ひなさんだって悲しいし、お父さんだって悲しい、みんなそうですよ。でもそれはだからといって言っちゃいけないことを言っていい、やっちゃいけないことをやっていいという理由にはならんのです。これを命がけで子供をつける人が、子供に伝えようとする人が親を置いて誰がありますか。勉強のことなんて言わんでいいんですよ。成績のことなんてもう親が口出しできる時代じゃないですから。だけれども親が絶対にやらなければいけないことは人間の基本です。嘘をついてはいけない、これは言ってはいけない、これはやってはいけない、どんな理由があろうとこれだけはやってくれるなということを都度都度長い時間をかけていろいろなケースに突き当たるごとに親がやってきたかどうかっていうこと。私だって腹が立った時にくわー握りしめた拳の行き場所はなくて壁を叩いたこともあります。行き場のない怒りをどうしていいか分からなくて、それを物やことにぶつけることによってその人の中のフラストレーションを人に向かわないようにしている。これが息子さんが壁やね、あれに穴を開けているという理由なんです。人に行きます、そこを越えると。でもだからといってやっちゃいかんでしょう。さて、ひなさんに処方箋があります。それは何か。子供さんまだ中学生だからいいですよ。けれどもこの子が将来唯一残ったこの子がちゃんと自立をして自分たちがいなくなった後自立をして生きていくためにはお父さんとお母さんがこの厳しさについてよく話し合うことです。このままずるずるいけばいくほど息子さんの状態というのは小皇帝になっていきます。頭でっかちで不満と恨みと
怒りで心をいっぱいに満たした。それでいて打たれ弱く、外で卑屈にこそこそと、内でわがまま、そして我慢をしなくていい小皇帝の状態、そういう大人になっていってしまいます。さて、子育ての最終目標はその子の自立です。その子が自分で社会に出ていろいろなことがあるけれども、そこを越えていかなければいけない。親が最初のハードルを作ってやらなかったら誰がハードルをくれますか。子育てで一番大事なことは子供の世話ではないんです。子育てで一番難しいことは子供の世話ではないんです。これは育つ成長段階によります。小さい時は全部運んでやってあげなければいけなかったでしょう。食べること、寝ること、生きることの支えを親がやってあげなければいけなかったでしょう。今の時期はその生きるという具体的なご飯を与えたり寝る場所を与えたりという具体的なその生活のことっていうのももちろんですけど、それ以上にもっと精神的なことなんです。この精神というのは辛い時、苦しい時に一緒に悲しんであげて、一緒にいろんなことを抱き留めてあげるという包容力と同時に厳しさ、この厳しさが欠如すると非常にバランスの欠けた人間になります。皆さんも身長が低い、ご主人も低い、だから身長が低い人の気持ちは息子さんと同じように分かってるはずですよね。世の中見てください。身長が低い人もいれば高い人もいる。身長が低いことで悩んでる子もいれば、身長が高すぎることで悩んでる子もいます。この一問一答にも身長が高すぎるということで悩んでるという相談があったりもするんです。これみんな多様性なんです。いいとか悪いでもないし、かっこいいとかかっこ悪いでもないんです。ネズミという生き物がいますね。象という生き物がいますね。人間以外で考えたらどっちが価値が高いか、どっちがすぐ分かるじゃないですか。関係ないですよ。チワワという犬がいますね。セントバーナードという犬がいますね。どっちが優れていてどっちが劣っているか、どっちがかっこよくてどっちがかっこ悪いか、関係ないでしょ。大きい犬が好きな人もいれば小さい犬が好きな人もいる。大きい人が好きな人もいれば小さい人が好きな人もいる。大きいからできることもあれば小さいからできることもある。それぞれのメリットを生かして、それぞれの特性を生かして自分たちの足りないところを補い合いながら生きていく。さて、チビはつらいですよ。だけれども気骨のあるチビになってほしい。私空手道場をやってるんですけども、この空手道場に来る子たちは運動神経のいい子たちじゃないんです。運動神経の良くて体格が良くて、そういう子はサッカーやったり野球行ったりしますけれども、不器用でどちらかというと泣き虫ですぐ物事に諦めて、それで親が困って入れてくるんです。かつて私が面倒を見ていた病気によって身長があまり伸びないという子がいます。3人兄弟の長男で、下2人はどんどん大きくなって立派な体格してます。一番上のお兄ちゃんだけが小学生の時とあまり変わらない身長。彼は160センチないと思いますね。150センチ台です。しかも156、7ぐらいじゃないかな。彼が入ってきた時に言いました。お母さん悩んでね、本当に病気によってそれ以上身長が伸びないということで病院にも行って薬打ったりいろいろやってましたけれども、なんとかこの子にそのまま身長が伸びなくても強い子になってほしいということで空手道場に入れられました。そして兄弟みんなで入ってね、最初はその子だけだったんです。でも他の兄弟がお前だけ強くなったら困るということで他の兄弟も入ってきました。そしてそのお兄ちゃんが体が小さいですからどんどん大きくなっていく弟たちにやられていくわけですね。これ辛いです。お父さんお母さんたちも入門しました。そして励まし合ってみんなで空手を続けられました。
彼は真面目でした。兄弟3人いる中で子供の頃はね、打ち合ったら殴り合ったら弟たちの方が強くなっちゃった。だけれども誰よりもきれいな型を打つんです。誰よりも丁寧に稽古をしてました。私は君の強さはパンチやキックじゃないと、その細かいところを気をつけて丁寧に美しい型を打とうとしているっていう、そこが君の強さだよって話はしてました。だからというわけではないですけれど、あれからもう15年以上経つんですかね。この間久しぶりにお母さんに会って聞きました。子供たちみんなどうしてますかって。いや懐かしいですねって。そしたらその一番上の長男、身長が150センチ台しかなかった彼、デザイナーになったそうです。そして就職して、弟たちどうしてるんですかって。立派大学した弟たちは、一人はまだプー太郎だそうです。ものすごい運動して神経で、もう誰よりも強かった、体格のいい身長180センチぐらいある弟はプー太郎だそうです。一番下は学生さんでも、一番長男の身長が150センチ台しかない彼はデザイナーとしてね就職して、昔から絵を描くことが好きだった子なので、それで今ね、お年玉に弟たちに、自分のよりもはるかに見上げる弟たちに、社会人として稼いだお金でね、プー太郎の弟にねお年玉あげてるそうです。本当にね、身長が低い、これは思春期の男の子にとったら辛いことですよ。だからといって何でも言っていいのか、何でもやっていいのか、それが許されるのか、そうじゃない。考えてみたら当たり前の道理を親が許してしまってどうします。小皇帝が育ちますよ。まだ中学生だから許される、まだうちの中だからいい、これがね順当にいって親が先にいなくなり、そのような未熟なわがままな状態のままのチビ、困るでしょ。厳しくしてやらないかんです。愛情があるならば一貫性を持ってダメなことはダメと。皆さん一人では無理です。お父さんと協力して、本当に子供が可愛いんだったら別に暴力を振って殴りつけるとかそういうことじゃないです。これだけは許しませんということを真剣に全力勝負をしてやらないかんです。どこかで息子さんテレビ見ることできると思います。 YouTube だって見ることできるでしょう。お父さんお母さん小さいけれどもプライドを持って一生懸命生きてるであれば、子供はちゃんとそれを見てます。同じように身長が低くても一生懸命頑張って生きてる人たちって世の中にいっぱいいますよ。活躍してる人もいっぱいいます。先ほど言いましたテレビや YouTube で調べてみてください。例えば今ね旬で本当に引っ張りだこの俳優さんになるんですかね、浜田岳さんっていう人いますね。彼も身長162センチぐらいしかない、160おそらくそんなもんですね。165センチぐらいかな、160センチの半ばぐらいだと思います。体操で大活躍なさってる内村航平さん、彼も162センチです。あとちょっと息子さんの世代には私の世代になりますけど、堺正明さんとかね、コメディアンになるんですかね。堺正明さんも165センチぐらいしかないと思いますよ。スケートの高橋大輔さんメダリストです。彼も165センチぐらいしかないし、スマップの元ねスマップの中居君も165センチぐらいしかないと思います。本当にね、身長は160センチの前半しかないけれども、すごい人たちとか活躍している人たちとか尊敬できる人たちというのは社会にいたらいっぱいいるんです。私も、格闘技で空手やってましたけども、一番尊敬していて育ててもらった人っていうのは私より身長が低い先生たちでした。
だけれどものすごいしぶといんです。ものすごい強いんです。身長163センチぐらいしかないのに、身長180センチぐらいの選手にやられてもやられても延長2回目まで向かっていくっていう先輩の姿を見て、私セコンドで泣きましたもん。こんな人間になりたいと思いましたもん。世の中には身長は低くても立派な人間、強い人間、たくましい人間はいくらでもいます。お父さんお母さんたちだって、ひなさんだって身長は低くてもちゃんと結婚して子供3人も設けて、それは残念なことがありましたけれども、今3人の目の子供にね、一生懸命愛情を注いでいらっしゃる。素晴らしいことです。立派なことです。どうぞ子供にね、こんな家計を絶やしてやるとか、お父さんお母さんたちは子供を死なせてね、どんな親だとか、そんな口聞いたら許しちゃダメです。受験とか子供別離で悲しい、関係ないです。そんなことを言わせて親が平気でいたらダメです。お父さんお母さん、できる方法でいいから息子さんと直接対決をなさってください。これをしない限り子供は未熟でわがままな小皇帝のまま年だけを重ねていきます。それに気づかせてくれるのは親を置いて他はない。これは人生かけてやらないかんことですよ。それを今やらなかった後で後悔します。あと他誰もやってくれません。さて、かなり厳しいことを申しましたけれども、息子さんの気持ちもひなさんの気持ちもよくわかるつもりです。優しくすることよりも厳しくすることの方が親にとってはつらいです。けれどもこれをやらなかったら必ず後でね、そのなすべき時になすべきことをしなかった結果を皆さんが刈り取らなければいけないことになります。身長が低いということは多様性の一環でしかない。何のマイナスでも何のメリットでもない。そのことをぜひ自身の身をもって親として後ろ姿で息子さんに教えてやってください。きっとひなさんの息子さんであれば、それだけ繊細な子であれば、そうやって生きている親の姿に何か響くものを感じるはずです。凶策を持って何を打つか、それを気づかせるためにどのような凶策を持つか、これがひなさんとひなさんのご主人の親としての課題です。応援しています。頑張ってください。